雨は嫌ですね。どうもババアです。白様です。ジメジメしてるのは苦手だよ。今日も乾燥機フル稼働ですね。冬になるとコンポストの活動が低下します。結構カスが残ってるね。追いつかない生ゴミはハッサクの木の根元に巻いて枯れ葉をかぶせてます。だからハッサクはこんなに元気なのかな。暖かくなると良い堆肥になってくれそうですもんね。さあ今朝もパン粉ね。また奥にもう一つタッパーが見えるな。ババアのお持ち帰り用パン生地です。ところで腕にじゃらじゃら飾りをつけすぎじゃない？外して机に置いてたらヨシヒコに盗まれるんですよね。肌身に貴重品つけて移動する観光客みたいだな。ぬすっとヨシヒコ登場。とぼけてて草。さあ買い物だ。わさびな安。よし、買い物チェックしようか。ちょっとどいてよ、ヨシヒコ。これは幼稚のにゃな。おい、勝手にそわにゃ。片付かないからカゴから出てください。この黒いのの幼稚のおやつやわ。おい、おすんどこもどくねん。棚に片付けるんですよ。幼稚のおやつどんどん減るくやんき。道安くのなりまるやん。みんなで分けて食べましょうね。全部ぬななだ。この絵に泥棒ネキガルーディ。あれ、自己紹介かな。さあ、カゴも片付けますよ。幼稚のおやつが消えたまだ。ションタイしてんわらいか。ションタイすな。ションタイすなたい。何これ面白い。今から泥棒2個探しや。ヨシヒコの盛大な自己紹介。ヨシヒコの中では目に映るものすべてが自分のものです。ジャイアニズム。帰宅後2度目のパン粉ね。こねるというより伸ばして落とす作業。これを繰り返すことでグルテンがどんどん強化されます。なんか草。いい感じにグルテンが成長している証拠ですね。今日もババアはポジティブ。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 68% です。記事の分量は概要欄を見てね。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド、略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖尿病発覚当時血糖値が300超えだったババアが主食を米ぬか入りのパンに置き換えることで今はインスリンも経口薬も一切なし、ほぼ寛解レベルで血糖値を維持しています。この動画が血糖値をコントロールされている方のご参考になれば幸いです。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。今日は何を作るの？今日は巨大なポテトパイを作ります。出た、巨大シリーズ。巨大って言っておけば成形の工程を減らせるシステムです。ズボラを隠しもしねえな。今日の生地は2分割にして真ん中にポテトとひき肉を挟みます。すげえざっくりしてるけどこれ以上でも以下でもない工程。でも今回は誰のレシピもパクってないんですよ。そこ自慢するところじゃないから。一旦ベンチタイム。その間にじゃがいもをレンチンしよう。作業スペース狭すぎじゃない？パンマットを移動させるのがめんどくさくて。あれ、じゃがいもの真ん中が黒くなってる。黒くないところを使ったらええんです。まあババアだからそうするだろうね。すごい巨大なじゃがいもだったから喜んで買ったけど、そういう時って往々にしてこんな感じよね。人間欲を出しちゃいけないね。700ワットで15分ほどレンチンしました。20% 引きのひき肉。早朝の買い物って楽しいですね。割引ハンターの朝が早い。合法パウダーに隠し味のマヨネーズ。多分バターの代用。
いいコクが出るんですよね。パンの隅っこでスープも作る。パンが邪魔すぎて臭く。今日はトマト風味のポトフにします。具材はさつまいもと人参と玉ねぎ。そしてウインナー。ウインナーはもう鉄板だね。生肉を触りたくないババアの推しアイテムです。そういえばババア最近ひき肉ばっかり買ってね。バレたか。パックからひっくり返すだけでいいからひき肉最高ですね。おっさんに同情するよ。でも食べたい肉は自分で買って自分の冷蔵庫に入れてるみたい。マイ肉のみならずマイ冷蔵庫まで所有とか草。ポトフサイズに野菜をカットしていきます。これも晩ご飯兼用スープなんだろうな。カレーのルーを買ってきました。どうやらカレーに転生するみたい。カレーにしては具材がでかいけどまあいいか。じゃあウインナーカレーってことになるね。我が家の冷凍庫には鶏団子が常備されているので多分鶏団子カレー。一分の無駄もねえな。作業スペースがないから手持ちの鍋にガンガン入れていくよ。無駄もないけど品もない。ベンチタイムの間にできることは何でもしよう。あれ、なんか草が入った。鍋に余裕があったので高菜の葉っぱを入れてみた。すぐ隙間を埋めようとする。今回も一応パイと名乗っているので油の層を作ってみる。パン生地を薄く伸ばすのは大変だね。伸ばしても伸ばしても生地が戻ってくる。まんべんなく油を塗って丸めていきます。この作業必要なのかな。今回に限ってはあまり意味はなかったかも。ということは無駄にカロリーを追加しただけ。でもほら、冬は脂肪をためないと冬眠できないから。それクマの話ね。油を塗ったことでもう一度ベンチタイムを取りました。カロリーだけでなく時間も無駄に摂取してる。それではおやすみ生地。やっぱ作業スペース狭いな。じゃがいもを潰してひき肉と合わせます。これをさっきの生地で挟むんだね。なんかこれだけでも美味しそう。ご飯にかけて食べたいな。カレーパウダー振ってドライカレーとかもいいな。スープに火が通りました。トマト味っていうからそんな予感はしてたけど、やっぱりケチャップ。ケチャップって万能だよね。あとは保温調理器にセットして放置。あ、生地が目覚めた。なんだか遠い道のりでしたがやっと成形です。油なんて塗るから。まずは生地をオーブンの天板サイズに広げます。ここでも伸ばしても伸ばしても戻ってきてるな。天板にシンデレラフィット。っていうか無理やり合わせた感。ひき肉ポテトあんを全部乗せます。ダイナミック。チーズどっさり。またカロリーが好き0カロリーです。違います。さあまた生地を四角く伸ばしていくよ。まあまあ大変そうだね。手軽にできると思って巨大パイにしたはずなのにな。めっちゃでかくなった。じゃあこれをかぶせていくよ。なんかボリュームがすごい。生地で密閉してやりましょう。
テカテカなやつ塗ったろ。面積が広いから塗るのも大変だね。キャンバスに絵を描きましょう。クープナイフで幾何学模様。なんとなくイケてるっぽい柄を描いてみた。こういう模様海外の YouTube の料理動画でよく見るな。それでは焼いていく。230度の上下ヒーターで35分。途中で下段に移動しました。焼いている間にサラダ作り。野菜買いすぎじゃね？ババは草食動物みたいなもんだからいいんです。今日もクランベリーヨーグルトスイーツ。今日のトッピングはきな粉にしようかな。なんか知らんでっかいの焼けました。でかいパイだなおい。あらかじめカットしておこう。表面ザクザクでいい感じだね。熱すぎて途中で切るのを断念しました。保温調理器熱々だな。完成しました。でかすぎるポテトミートパイ。そしてケチャップポトフ。それではいただきましょう。なんか今日も品数が少ない気がするけど、まあいいか。その代わりセンターがでかいから。やっぱりわさび菜は美味しいな。そういえば今日もわさび菜買ってたね。昨日と合わせて5袋買っちゃった。買いすぎてて草。さあ、ひき肉ポテトぎっしりのパイ食べちゃおうか。重量感がすごい。片手で持ち上げるのが辛いくらいの重量です。あんがぎっしりだね。すんごい美味しい。ひき肉とポテトの時点で揺るぎねえ。おっさんの一切れでけえ。切るの途中で諦めたから。皿からはみ出してて草。ケチャップで作った適当ポトフもめっちゃ美味しい。適当って自分で言っちゃったな。夜のカレー転生を考慮して薄味に仕上げたけど、薄味でも美味しい。野菜からも旨味が出てそう。巨大パイ美味しかったです。また見てね。今度はカロリー減らそう。バイバイ。